気に入り企業のキャンペーンに勝手に相乗りしようのコーナーなのじゃ。唐突にどうしたっすか？今回は奈良のおすすめのパン屋さんであるキャパトルの春のインスタグラム投稿キャンペーンに勝手に相乗りするのじゃ。総大殿、そのようなことをして大丈夫なのですか？大丈夫じゃ。キャパトルのおすすめパンのアレンジを紹介するだけじゃし、あそこの社長は父上と同窓じゃからの。おや、そうなのですか？そうなのじゃ。父上は昔奈良の橿原神宮近くの会場で開かれた OB 会に参加した際、キャパトルの丸太パンをお土産で渡されたわけじゃが、そこで初めてキャパトルというパン屋の存在とキャパトルの社長が同窓であることを知ったのじゃ。そして丸太パンの美味しさに感動したのじゃが、当時はまだ奈良店もオープンしておらず、どこで売ってるのかと途方に暮れたそうじゃぞ。今では近鉄奈良駅、 JR 奈良駅のどちらの駅前にもあるっすし、ミナーラにも入ってるっすね。気分はシーマガラハウなのじゃ。よりどりみとりってやつっすか？総大殿、そのようなマイナーなネタは置いておいて紹介をお願いいたします。キャパトルには看板ともいえる商品が2つ存在するのじゃ。まず1つはビーフカレーパンじゃな。これは父上がたまにおやつ代わりに購入する一品で、ゴロゴロとした大きめの牛肉が入っており、食べ応え抜群なのじゃ。ゴロゴロとしたお肉が入ってるのは嬉しいっすね。そうじゃろう。最近は具なしじゃが、スパイスなどにこだわったとかいう牛肉エキスを入れただけのなんちゃってビーフカレーパンが増えておるが、あんなものわしに言わせるならばウインナーを抜いたホットドッグみたいなもんじゃ。やはりビーフカレーパンにはゴロゴロとした肉が入っておらぬとダメなのじゃ。その気持ちはよくわかるっす。そして看板商品の2つ目は丸太パンじゃな。 OB 会のお土産でいただいたという一品ですね。丸太パンはその名の通り丸太のような見た目をしたパンで、プレーン、メープル、大納言、チーズの4種類の味が存在するのじゃ。プレーンは朝食におすすめじゃし、チーズは肉系の具材を乗せてワインと食べてもよいな。大納言とメープルはおやつなどの間食にもってこいの一品じゃな。なるほど、大納言やメープルでお茶をするのも良さそうですね。そんな食べ方も良いじゃろうな。それではそんな丸太パンそれぞれでおすすめのアレンジレシピを紹介するのじゃ。まずはプレーンのおすすめアレンジレシピなのじゃ。ローストビーフっすか？そうなのじゃ。父上がよく行くキャパトルミナーラ店にはすぐ隣に関東系のスーパーロピアがあるのじゃ。これはそこのローストビーフサラダを挟んで付属のソースをかけた一品なのじゃ。なるほど、見た目は悪いですが美味しそうですね。作ったのは父上じゃからな。男の手料理に見た目を求めてはいかんのじゃ。さて次はチーズのおすすめアレンジレシピなのじゃ。なんかわかんないっすけど、揚げ物っすか？そうなのじゃ。これは先ほどと同じくロピアで仕入れたキャベツメンチカツという商品を挟んだものなのじゃ。なるほど、チーズと揚げ物は相性が良いですからね。ちなみに断面はこんな感じなのじゃ。写真写りが悪いっすけど、お肉がぎっしり詰まってて食べ応えありそうっすね。そうじゃろう。加えてキャベツのシャキシャキとした食感も楽しめる一品なのじゃ。とんかつソースにマヨネーズ、ケチャップにマスタード、オーロラソースなどをつければいろいろな味が楽しめそうですね。
味わうのじゃ。さて次は大納言のアレンジレシピなのじゃ。これはいちごに練乳すか？小豆の甘みにいちごの酸味、そしてそれらを練乳でまとめ上げているわけですね。その通りなのじゃ。ちなみにいちごはロピアで仕入れた奈良が誇るブランドいちごコトカを使っておるぞ。いや、ロピアの回し物すか？左近、お主分かっておらんの。共存共栄、ロピアの宣伝をしているように見えるが、これは相乗効果を狙っておるのじゃ。キャパトルの顧客はロピアの商品を使ったアレンジを紹介することで、キャパトルの買い物帰りにロピアに寄ることになり、逆にロピアの顧客はいつも食べておる商品の新たな食べ方を提示され、興味本位でキャパトルによることになる。なるほど。つまりどちらも新規顧客を得る可能性があると。そういうことなのじゃ。そして悲しいかな。それで顧客が増えたとしても、わしには1円も入ってこないのじゃ。世知辛い世の中っすね。さて気を取り直して最後はメープルのアレンジレシピなのじゃ。なんか縁日の屋台で出てきそうっすね。子供が喜びそうで良いではありませんか。そうっすね。で、ちなみにこの食材は？もちろんロピアで仕入れたバナナと家庭でできるチョコバナナセットで作ったのじゃ。さて、それでは今回はこの辺りで終わりとしましょうか。動画の感想は下のコメント欄に書いていってくれると嬉しいのじゃ。チャンネル登録をして次の動画も見てくれると励みになるっす。動画が面白かったら高評価、つまらなければ低評価、どちらか押していただけると今後の参考になります。